名前はパク・ヨンテと申します。よろしくお願いします。で、株式会社ベックジャパングループの動物病院の総院長をやってます。これは多分人間の医学と常識が違うところもあると思うんですが、いくつかあります。で、一つは、まず教育の面ですね。我々の獣医大学6年生なんですが、臨床家を育てるための機関では決してないというですね、獣医師ライセンスを発行する。獣医師のライセンスが、及ぼす仕事っていうのは、ご存知の動物園や水族館とかもありますし、お肉、家畜ですね、牛とか馬とか、鶏とか、そういうのを衛生面を見なきゃいけないとありますし、もちろん、伝染病、こういったものの管理もしなきゃいけないし、で、その中のカテゴリーの仕事の一つとして、犬とか猫の伴侶動物ですね、コンパニオンアニマル、愛玩動物に対する医療、小動物医療というものを施していくっていうものがあります。何が言いたいかっていうと、じゃあこの6年間の教育の中でこの犬猫に対する臨床教育っていうのは非常に充実しているのかっていうと、決してそうではないんです。おそらく一般的には獣医さんって言ったらワンちゃんとか猫ちゃんに対してなんか手術をっていうイメージはあると思うんですが、教育機関はそうではない。なので、もちろん、臨床教育っていうのは今は近年その伴侶動物に対する期待が高いっていうことで、僕が学生の頃よりも今の方がはるかに小動物に対する臨床教育っていうのにウェイトは割かれているのですが、まだそこが、限界があるっていうところですね。教育のまず社会に出てきて、人間だったらインターンだとかその研修医とかしてその自分の消化器外科とかなんかこう決めていくっていうのがあるんですが、私たちの場合はこう動物病院にこう入ってきて本当にそこからゼロから始まるっていうことと、その全部見なきゃいけないっていうのがあるので、その外科も内科も歯医者さんもやらなきゃいけないし、眼科もやらなきゃいけないし、で呼吸器もやらなきゃいけない、循環器もやらなきゃいけない。それを犬と猫の種差の違いっていうのもあるし、ウサギ見たらウサギも違うしっていう、これは膨大な中でさらに専科っていうのも最近は出てきてて、それこそキャットホスピタルって言って猫しか見ない病院があったりしますし、犬猫の眼科の専門病院があったりしますし、そういう風になってきてる中で、僕は内視鏡外科を、専門というか、実際はその専門性とかライセンスっていうのは今動物の世界では存在しないです。ただ自分がそこを、専門として、なんていうか、注力してずっとこう勉強とか研究とか臨床をやってきてるので、そういう立場でやってるっていうことですね。で、若手に向けてっていうのは、やっぱそういうやらなきゃいけないことが多いのと、そういう臨床教育をしっかりと受けてきてるわけじゃないので、まっさらなわけですよね。飼い主さんたちのワンちゃん猫ちゃんに対する愛情っていうのも非常に深いものがあるので、例えばご自身に例えた時に、その自分のお子さんの手術を誰にしていただきたいかって思ったらどうですか？それを1年目2年目臨床家になって3年目4年目の先生に指導してほしいか、それともまあ経験が10年目20年目とか、これは人間でも教授に来てほしいかどうかっていうのもあるじゃないですか。それは非常に今現実的にあって、で動物の医療のクオリティっていうのも非常に求められてるし、動物病院の単価も上がってきている。今目の前の実臨床に対して教育として執刀させるとか外科の経験をさせるっていうのは非常に難しいっていう現実があります。ただ、そのバトンを渡していくために必ず後輩たちを育てていかなきゃいけないっていうのもこれまた事実なわけで、ではその機会をどういうふうに設けるかっていうのが、やはり非常に古臭いかもしれないんですが、まずはその入って見て、盗めというようなところで、一つずつ学んでいく。で本当に簡単なものからで、飼い主さんの信頼を得て切ってもいいよというか、自分が担当した患者さんの、我々去勢手術、避妊手術って予防手術があるので、そういうそれはまた人と違うところですよね。去勢と避妊って人で最も遠い手術ですよね。しないですからね。だけど私たちはそれなんですよね。去勢手術、避妊手術と、不妊手術って言い方最近になりますが、そういうものが、健康な子に行ってあげる予防的な手術、疾患に将来守ってその去勢とか避妊をしておくことによって乳がん、乳腺腫瘍になる確率をぐんと下げれると、そういうのが分かってますから、それを事前に施してあげるっていうところで外科のチャンスがある。
とはいえ、その糸の結紮一つにしても、自信機持ってる運針の一つにしてもそういう臨床教育をしっかりと受けてきてるわけではないとですね、決して。だからそこからももうスタートしなきゃいけないから、本当に、ゼロからのスタートで絶対失敗が許されない期待を背負った高いクオリティの医療技術を提供できないっていうところで、ここに教育というものが、それこそドライラボのようなものを使って実際の命を使わずにそういうものでクオリティの高い教育ができたらいいのになっていうニーズがそこにあるというんですね、大事なそのペットたちで練習するわけにいかないので、リアリティの高いトレーニング環境がそうです非常にそれは私たちも今本当にもう逼迫してるというか、で外科志望の獣医師は非常に減ってます。獣医師は約年間1000人誕生するんですけど、で先ほど申し上げたたくさんの仕事の領域があります。その中で小動物臨床を選択される新卒の獣医師っていうのは非常にパーセンテージが減ってると。僕の時は50% 超えてたってありますが、今はもう半分以下になるんじゃないか、つまり50% としても500人です。日本全国には1万何千件の動物病院があると言われてますが、新卒でもない500人です、でその中でさらに外科を志望してやっていくっていう気持ちを持って、結構厳しい世界なんでね、ご存知の通り外科っていうのはしかも怖いですよね、そういう一歩自分の手で一歩間違えるととんでもないことを起こしてしまうかもしれないというところがあるので、やっぱ敬遠されていってしまう。でも実際の手術です。飼い主さんがもちろんその院長先生で指導してほしいとかいうのはもうしょうがないです、それは。ただ自分で外科が必要だと診断した症例に対して外科に対するインフォームドコンセントを相手に同意を得て、で先生お願いしますってなったのを、上級者というか、我々がそばに逆に助手側に入って、指導する、時には変わります、余談なんですが、非常に小児外科と近いところがあるなというのを思ってて、やっぱ本人の意思、動物の意思はないですよね。手術お願いしますってないですよね、もちろん。これはお子さんもそうなんですよ。お子さん自身が手術お願いしますなんていうことはないわけです。新生児ともなればなおさら、本人ではない親御さん、保護者の方々と向き合ってっていうところで、あと体の小さな動物に向けて、で非常に責任が、もちろん責任はどんな医療も重いですが、この本人ではない我が子のような本当に宝物のような期待が違う、めちゃくちゃ高いののこの責任をどう背負うかっていう部分では非常にシンパシーを感じるんですよね、小児外科に。でその小児外科の先生に臨床教育どうされてるかっていうと、やはり非常に悩まれてて、こういうふうにトレーニングしてこういうふうにやって成長していくメソッドがあるわけでは全然なくて、もう本当に全てをコピーしろと、俺の全てをコピーしろと、考え方ってもの使う機会や結び方一つ全部オリジナルはいらない、全部コピーしろっつって、でそれが全部コピーできてもう空で全てが言えて、自然にもう体が反射的に動いて次何やるべきかが手に取るように分かるようになった時に、自分の責任でじゃあこれをお前がやってみたらっていうのだったり、さらに勉強してオリジナリティをモディファイ改良していったりっていうのが始まるって言ってたんで、なんかロボットでもなんでもね、なんか医学はすごい進んでるって思ってたんで、すごいトレーニングシステムに入ってなんかガチャガチャってバーチャル的なのわーってやって出来上がってくるのかなとか勝手に思ってましたけど、非常に古臭いんだなと。やはりそこは同じなんだなって、そのコピーって結局僕が今16年ぐらいですけど臨床を始めて、でも16年の間あがいてもがいて失敗もしたことはもちろんあるし、そうやってどうしたら常に勝てる外科があるのかなっていうのをずっと考えて、こうやってできてきたものだからこれをコピーするっていうのは簡単にその16年を受け継ぐことができるって作業なんで、僕も正しいと思うんですよね。だからまずコピーでいいと思うんですよね。この同じ16年をその後輩たちが歩んでしまったら何の意味もなくなってしまうので、やっぱそこをコピーさせて、でこの人の16年の間に次の科学の次の世代っていうのにつないでいかないと進歩がありえないので、そういう考え方でやっぱ教育していかなきゃいけないんだなと思います、難しいですけどね、昔からテレビゲームが大好きで、でニュースを
夕方のニュースとかを見てた時に医療特集っていうのが組まれていて、でちょうど今人間で内視鏡外科っていうのがもう今まさに始まって結構グイグイ来て、これが最新の最先端の医療だみたいな、2004年とか5年とかでしたかね。でみたいな風に思ってみてたんですけど、その担当した執刀してた医者のインタビューでその医師が言ったのが、何が難しいかというと、やっぱ私たちの世代はテレビゲーム世代ではないので、やはりこういうモニターを見ながらコントロールでトレーニングをするっていう、やっぱ普段の外科とは全く違う世界なので、このトレーニングで慣れていくっていうのが非常に苦労したね、みたいなことをおっしゃってたんですよ。でその漠然と聞いて、じゃあ我々はテレビゲーム世代じゃないかというふうに思って、ってことはこれは我々の手術なんだなと、我々の世代の手術なんだなっていうふうに思って、じゃあこれなんだなとっていうのが本当にきっかけです。で動物でこれをやっていけたら、ある意味自分が特化したというか自分の強みになる手術なんじゃないかなと思って、その時人間の医療からですけど、じゃあ動物でこれをできないかなって言って、僕外科の研究室に所属していたので、外科の教授に翌日相談して、で腹腔鏡って知ってますかって言ったら、知ってるよって、すごい興味があるって言って、僕腹腔鏡でしか卒業論文書かないことにしましたっていうところから、ずっとそこからもうずっとです、っていうのがきっかけです。で日々この、技術を研鑽することで心がけていることは、全くもってまだ答えにたどり着いていないということですね。まず一つは、内視鏡外科を行うことで死なせてはいけないということです。内視鏡外科っていうのは、胸を開けることで、お腹を開けることで同じ手術ができるはずなんですよ。そこをあえて内視鏡外科っていう形で自分に制限をかけて、本当だったら手とか突っ込んだりとかなんかわーっていけるのを、手の代わりをカメラにさせて、手の代わりを監視にさせて、で動きにも制限をつける、トロッカーの位置によって制限かかりますからね、角度とかそういう制限をかけながらよりクオリティの高い手術をやってあげるんですね。つまり回復に比べてクオリティ究極に下がる話ですよね、死んでしまったら。だから必ずその安全性っていうのは担保しなきゃいけないし、そこの安全面において懸念事項が発生しているときは躊躇なく回復手術に切り替えるべきだというところは、どうしてもやっぱり飼い主さんたちからも期待されるわけですね。わざわざ遠方から来られた方とか、やっぱ内視鏡外科で手術をしてほしいから来てる方なんですけど、ただそこにこだわっていてしまうと目的と手段を誤ってしまう。内視鏡外科をやるためっていうのが目的になってしまって、そうじゃなくてその子の病を治療する、安全に外科を成功させることっていうのがまず目的であって、その手段として内視鏡外科を使った方がいいのか回復の方がいいのかっていうのは常に心がけていかないと、どこかでやっぱこの手術を成功したら学会発表だみたいな、やっぱりブルーオーシャンなんですよ、動物の医療の内視鏡外科は本当にブルーオーシャンだから、教科書みたいなものはあるけど、その教科書の中身でさえ全く答えじゃないと思ってます。なので書いてあること、論文で出てることよりももっといい方法があるだろうっていう懐疑的に見てます。もっといい方法がある、今分かってる答えをやるんじゃなくて、もっといい方法があるだろう、それは何だろうっていう、そういう視点で向き合うこと。あとは動物は動物のオリジナリティがあると、全てが人間で進んでますから、監視とかも全て人間をデザインして作られてるものなんで、それを動物で全く同じロジックがはまるわけではないであろうと。そういう意味でもやっぱ動物に特化した安全なクオリティの高い内視鏡外科のやり方があるのであろうと、そこに私たちはまだ到達していないのであろうと。なのでそのために、気をつけなきゃいけないけど、気をつけすぎたら進歩はない。なので人の方の先端って何なのか、どういうふうにリスクマネジメントを手術でやってるのか、これは全く動物と同じことが使える、これは使えないっていうのがあったりするので、そういったものをうまく取り入れて、次のでそこでハマった時にはやっぱりちゃんとこれを自分で独占するんじゃなくて還元していかないといけないので、学術的にペーパーなのか、それともオーラルなのか、口頭発表なのかで世に発表していかなきゃいけないんだろうっていう、それをまた他の見た後輩たちなのか誰かが引き継い、その情報を引き継いでさらに前に進めてくれるので、
科学の発展の歯車にちゃんとならなきゃいけないっていうところまでをこう責任持たなきゃいけないなと。新しいブルーオーシャンの技術であればあるほどで専門家って歌われちゃうと僕のやり方に感化される人が多くなっちゃうのも事実じゃないですか、影響としてだから何が正しいのかっていうのは非常に、今僕がやってることも正しくない可能性が高いと、さらにいい方法があるって思って向き合うと。なるほど。はい。開発の過程で3回4回来られて、今回は先生自信がありますね毎回おっしゃるんですけどでそれをダメ出しめっちゃさせていただいて、でも一歩ずつ改善していただいて出来上がって練り上がってきたものなので、そのクオリティは非常に満足してます。動物医療においてそういう練習モデルって日本にほとんど存在しないんじゃないかなって思うんですよね、それこそ本当にこうガーゼを縫ってるとかその人間でもあるじゃないですか、そういう犬の何かこうモデルがちゃんとあってそれで回復から何から練習してるみたいなのがあるわけではないので、特殊な技術ですから内視鏡外科練習が必要になるので、そういう何度でもトライできる、生態ではないだけど生態に結構近い食感というか感触のものを作れたっていうのはこれは、もう画期的を通り越して内視鏡外科においてはもう画期的だと思います。っていうのが、大きく2つのポジションの点でも意味があると思っていて、1つはやっぱりスコープ持つ人の練習にもなりますよね。だって内視鏡外科のトレーニングモデルですからスコープを見るっていうのはもちろん置きっぱっていう形も取れますし、あえてそのスコープオペレーターも足してどうしても画面が回ってしまうとかは初心者で非常に多いことですから、スコープの注意点みたいなのにもこう子宮の正しい見方っていうのも使えますし、あとは実際執刀するものが所作のちゃんとした手順の確認と左右の協調操作ですね。内視鏡外科はやっぱりこれが非常に要になるものの、そこの、トレーニングとして今我々獣医の世界では折り紙で鶴を折っている練習が、盛んだったりしますし、あとは YouTube だとかそういうインターネットを通じて縫合の練習をする方が多いんですね。ただ僕の意見としてはあるんですが、その獣医療の内視鏡外科の適応術式として縫合のシーンが存在するのが非常に少ないんですよ。人間のように胃を全摘して再建してとか大腸がそのないんですよね。術式としてめちゃくちゃ限られるんですよ、縫合操作が出てくるっていうのは。それよりちゃんとこう組織を、舵をしに行って受動をしっかりこう牽引をして組織を動かしてあげるんですね。自分の思う通りに動かしてあげて、手術のしやすいビジョンを作るっていう左手の操作と、実際にこのエネルギーデバイスを持って血管をシールしに行く、切りに行くっていうこの左右の協調操作っていうのが要、どんな腹腔鏡手術にも必ず要になる所作ですから、予防手術って健康な子にやる手術ですからね。そこで何かあったら絶対にやっちゃいけないんですよ。健康な子ですから。手術をしたことで不健康なことが起きるなんて絶対あっちゃいけないので、絶対の世界観にするためにも何度でもこのモデルを使って練習をできると、自信がつくまで。それは非常に大きいだろうと。で、患者さんにも動物病院側にも獣医師がみんなにとってもウィンウィンだろうと。獣医師だけじゃなくてそれを準備する動物看護師の皆さんとかスタッフの皆さんも実際どういうふうに手術が行われているのかのイメージをつかめると思いますしね。あとは腹腔鏡の基本主義である左右の協調操作、監視の動かし方、テレスコープの動かし方、こういう基本の所作を学ぶ場になるということですね。どうしても折り紙を折っていて、折り紙は綺麗に折れるようになったんだけど、じゃあ実臨床ってなった時にやっぱり随分景色が変わりますよね、紙を折ってたのに比べて。だけど今回のこの寿さんの、避妊手術モデルっていうのは実際の子宮に見立てたものがあって、でそれをこう牽引すると少し動いてきますし、トラクションをかかることで卵巣動静脈を視認することが可能ですから、そういう意味で実臨床に非常に近いものがあると。なので、多分これを練習された後で実臨床で実際の子宮とかを目にされた時に、違和感があんまないんじゃないかな。
あ、なるほどと、あの時見た光景で次こうだったよねみたいな、もう体が覚えてるな、叩き込んでるなぐらいなことで向き合う分には、まあビビらない。まあ多分その色がついてるからそれはちょっとビビりますけど、動くし血管は拍動するし、ただ見えてる景色は、非常にこのモデルでトレーニングを重ねられたのであれば、身に覚えのある景色を見せれると思うので、まあ、ある意味そこが目的でもありますね。ありがとうござい避妊手術って最も多い手術なんで、はい、避妊手術を多分経験したことのない獣医さんっておそらく存在しない。それもまた人間と違いますよね。いつでもどこでも何度でも安全な動物の不妊手術のためにみたいな、そんな感じ。安全面ですよね。安全面が大事だから、それを何度でもできるっていうところが売りなんじゃないですか。ぜひ今回着目してほしいところはですね、子宮口間膜ですね。子宮口間膜の中に卵巣動静脈がありまして、その卵巣動静脈をいかに安全に攻略するかが不妊手術の最もおそらく重要な点なんですよね。で、その今回のこんにゃくで僕も、触ってみて非常にいいなと思うのは、この子宮口間膜の伸びるような感覚、柔らかさっていうのが結構リアルに近いんですよね。はい、そこはぜひなんていうか皆さん感じてほしいなっていう。安全に安心して自信を持って焼いて、切開していくことができれば、実臨床でもそれは同じ互換性があるであろうというふうに思ってます。